朝目が覚めた時にふと心がざわざわしてる。今のままでいいのかな。そう感じることはありませんか？こんにちは、ミクロミカです。繊細さんでも夢は叶うミクロミカのゆるふわマインドセットへようこそ。今日のテーマは不安、焦り、迷いを味方につける30代の人生の転機の乗り越え方。このエピソードでは私自身が30代で経験した音楽キャリアの葛藤、海外での活動や結婚という人生の転機、そしてその過程で感じた不安、焦り、迷いをどうやって味方につけたのか、その具体的な方法をお話ししていきます。それでは始めていきましょう。私も不安や焦り、迷いという感情を何度も経験してきました。特に30代半ばから後半にかけて、つまり35歳から37歳ぐらいにかけて、私は本当に揺らいでたんです。音楽活動を続けるかどうかの迷い、海外での活動を続けるかどうかの不安、そして37歳での結婚という人生の選択、そのすべてが不安、焦り、迷いという感情と一緒にやってきたんですよね。音楽で本当に食べていけるのか、海外で活動することが本当に正しい選択なのか、結婚することで自分の人生は変わってしまうのか、そういう問いが毎日のように私の心の中で繰り返されていたんです。でもここで大切なことに気づいたんですよね。その不安、焦り、迷いっていうのは決してネガティブなものなんかじゃないんです。むしろその感情はあなたが何を大切にしているのか教えてくれる大切なシグナルなんです。例えば音楽で本当に食べていけるのかっていう不安があるのはなぜか。それは音楽を大切にしているから、自分の人生で音楽が重要な位置を占めているから。結婚することで自分の人生は変わってしまうのかっていう迷いがあるのはなぜか。それは自分の人生を大切にしているから、自分の人生の主人公でいたいから。つまりその不安、焦り、迷いはあなたが何を大切にしているのかを教えてくれてるんですよね。だからその感情をダメなものとして押し殺す必要なんてないんです。むしろその感情と向き合うことで自分が本当に何を大切にしているのか、自分の人生で何が重要なのか、そういうことが見えてくるんです。私が30代で気づいたことの一つが不安の正体についてです。不安って実はシンプルなんですよね。知らないから不安になる。経験してないから不安になる。例えば音楽で本当に食べていけるのかっていう不安があったとします。その不安を細かく分解してみると、実際に音楽だけで生活している人はどれくらいいるのか知らないとか、音楽で収入を得るにはどんな方法があるのかを知らないとか、つまり知識不足が不安を生み出してるんですよね。そしてもう一つは経験不足です。実際に音楽で生活してみたことがないとか、海外で音楽活動をしたことがないとか、失敗したことがないとか、そういう経験していないことが不安をどんどん大きくしているんです。ではその不安を減らすにはどうしたらいいのか。大きく分けて具体的な3つのステップをご紹介します。1つ目は知識を増やす。音楽で生活している人は実際にどのくらいいるのか、その人たちはどうやって収入を得ているのか、自分の必要な最低限の収入はどれくらいなのか、そういう具体的な情報をとにかく集めるんです。本を読んだり、ネットで調べたり、実際に音楽で生活している人に話を聞いたりとか、知識が増えると不思議と不安は小さくなっていくんです。そして2つ目は小さく経験してみる。いきなり音楽だけで生活するっていう大きな決断をするのではなくて、まずは週末だけ音楽で収入を得てみるとか、副業として音楽の仕事をしてみるとか、そういう小さな経験を積み重ねることで、実際にできるんだっていう感覚が生まれるんです。その小さな成功体験が次の大きな決断につながるんですよね。そして信頼できる人に相談するっていうこともとっても重要です。こういうことで悩んでるけど、あなただったらどうしますかとか、失敗したことってありますかとか、今後悔してることはありますかとか、他の人の経験を聞くことで、こういうこともあるんだっていう気づきが生まれます。
そして失敗してもいいんだっていう安心感も生まれてくるんです。30代になると焦りっていう感情が強くなってくるんですよね。もう30代だから結婚しなきゃとか、もう30代だからキャリアを確立しなきゃとか、子供を産まなきゃとか結婚しなきゃとか、そういう社会的な期待がプレッシャーになって焦りが生まれるんです。でもここで大切なことに気づいたんですよね。その焦りは実は自分のペースを取り戻しなさいっていうシグナルなんです。私が30代で学んだことは、焦りを手放すには自分軸を確認する必要があるっていうことです。自分は本当は何がしたいのか、自分は本当はどんな人生を送りたいのか、自分にとって本当に大切なものは何なのか、その問いに真摯に向き合うことで初めて焦りは手放せるんですよ。実は私も結婚っていうものに関しては本当に迷いがありました。結婚したいっていう気持ちもありつつも、結婚することで自分の人生が変わってしまうのかとか、海外に今後行き来できなくなってしまうのかとか、自分の人生の主人公でいられるのかなとか、そういう問いが何度も何度も私の心に浮かんでたんです。でも37歳の時にこの人と人生を一緒に歩みたいって思える人に出会ったんです。その時に初めて焦りっていうものが消えて、自分の選択として結婚を決断できたんです。30代になると迷いっていう感情がどんどん増えていくんですよね。今のままでいいのかなとか、本当は別の道もあるんじゃないかなとか、本当にこれが自分の選択なのかなとか、20代の時はとにかく前に進もうっていう勢いで迷わず進んでたのに、30代になると本当にこれでいいのかなっていう問いが何度も何度も出てくるようになるんです。でもここで大切なことに気づいたんです。その迷いは決してネガティブなものじゃないんです。むしろその迷いはあなたの人生をもっと深く考えるチャンスなんです。私も30代で本当に迷いました。音楽活動を続けるかどうか、結婚することで自分の人生はどう変わるのか、迷いながら私はいろんな人に話を聞きました。いろんな本とか記事を読んでみました。いろんな場所にも行ってみました。その過程で初めて、自分が本当に大切にしているのはこれなんだっていう気づきが生まれたんです。迷いながら進むことで自分の人生がより深く見えてくるんですよね。だから迷うことは決して悪いことじゃないんです。むしろ迷いながら進むことで自分の人生の主人公として自分の選択に責任を持つことができるようになるんです。30代になると周りの人たちの人生がより見えるようになるんですよね。あの人はもう結婚してるとか、昇進してるとか、子供がいるとか、そういう比較が焦りや不安を生み出すんです。でもここで大切なことに気づいたんです。人は人。その人の人生のタイムテーブルと自分の人生のタイムテーブルは全く違うんです。あの人はあの人の物語を生きている。私は私の物語を生きている。それぞれの人生は全く別のものなんです。自分の人生は自分のペースで進むんです。30代で結婚する人もいれば、40代で結婚する人もいます。30代でキャリアを確立する人もいれば、40代で新しいキャリアを始める人もいます。その全てが正解なんです。大切なのは自分の人生で自分が何を大切にしているのか、自分がどんな人生を送りたいのかという問いに真摯に向き合うことなんです。その問いに向き合うことで初めて人は人、私は私っていう確信が生まれるんです。その確信があると不安、焦り、迷いっていう感情も自分の人生を前に進めるための大切な見方に変わるんです。あなたの毎日が少しでも穏やかで心地いいもので満たされますように。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。繊細さんでも夢は叶う。ミクロミカでした。バイバイ。